ようこそコツアズ鉄道チャンネルへ。埼玉県の県庁所在地であるさいたま市は2001年に周辺自治体の合併により誕生した県内で最も人口の多い都市です。その中心駅である大宮駅には多数の路線が乗り入れており、県内屈指の交通の要衝ともなっています。ところが100万人以上の人口を抱えているにもかかわらず、そんなさいたま市には地下鉄の路線がありません。東京、大阪、名古屋、福岡、札幌のような大都市はもちろん、神戸、京都、仙台などある程度の規模の都市には地下鉄の路線網が整備されていることが多いです。首都圏では東京のほか横浜にも地下鉄があり、関西都市圏ではその主要3都市である大阪、京都、神戸の3都市にて全て独自の地下鉄網を有しております。規模を考えればさいたま市に地下鉄があってもおかしくなさそうですが、現在に至るまで開通していないのはなぜなのでしょうか。そこで今回はさいたま市に地下鉄がない理由について解説・考察をしてみましょう。それでは本編へどうぞ。埼玉県さいたま市の概要。さいたま市は埼玉県の県央部に位置している自治体で、埼玉県の県庁所在地であると同時に、政令指定都市に認定された20市のうちの一つでもあります。面積は 217.43 平方キロメートルとなっており、これは政令指定都市の中では神奈川県川崎市、大阪府堺市に次いで3番目に狭い数値となっている一方、下から数えた方が早いくらい、日本の都道府県の中で面積が狭い部類に入る埼玉県の中においては 577.83 平方キロメートルを誇る秩父市に次いで、実は埼玉県の中で2番目に面積が広い自治体ともなっています。そんなさいたま市は2001年に旧県庁所在地である浦和市とその周辺の大宮市及び与野市が合併して誕生しており、2005年には岩槻市も編入した経緯がございます。いわゆる平成の大合併の中においても、特に規模の大きな大合併を実施して誕生したさいたま市の人口は、現在の埼玉県内では最も多くなっております。2024年の推計人口では埼玉県で唯一100万人を超える約135万人で、これは21県の総人口を上回り、日本の市としては9番目の規模です。そして政令指定都市の一つでもあるさいたま市には、浦和区、大宮区、中央区、桜区、西区、北区、南区、緑区、岩槻区、見沼区という10の行政区があります。そのうち政治、行政の中心は浦和区の浦和駅周辺、経済、商業、交通の中心は大宮区の大宮駅周辺に集まっています。また東京都心部からおおむね 20km から 35km の県内に位置することから、さいたま市にはベッドタウンとしての性質もあります。2020年の国勢調査によると昼夜間人口比率は 92.9 と、県庁所在地や政令指定都市でありながら100を下回っています。ただし区別では大宮区が 136.9、岩槻区が 102.3、中央区が 100.4 と100を上回っています。この背景には市内に常住している通勤・通学者の 23.5% が東京都区部に通勤・通学する一方で、1988年に旧浦和市と旧大宮市が業務各都市に指定されたことや、2000年に町開きをした埼玉新都心に各中央官庁の地方支分部局の一部が東京から移転したことによって、埼玉新都心などへ通勤する人が一定数発生するなど、業務機能の集積が進んでいることが挙げられます。埼玉県さいたま市の鉄道網。行政、商業、業務などの都市機能が顕著に集積している浦和駅、大宮駅、埼玉新都心駅といった主要駅周辺は、旧浦和市、旧大宮市時代からの中心市街地を形成しています。旧浦和市域は県政、市政といった政治、行政の中心地となっており、浦和駅前も伊勢丹浦和店や浦和パルコなどが位置する繁華街です。また、
埼玉大学や埼玉県立浦和高等学校などの進学校がある文京地区及び岸町を中心とする高級住宅街としても知られています。一方で旧大宮市域は鉄道の町商都として発展。特に大宮駅は2015年3月ダイヤ改正によって大宮駅を通過する最後の列車だったマックス時310号が新規に大宮駅停車を開始したことによってこの駅を通過する新幹線の定期列車全てが停車する首都圏屈指の繁華街ターミナル駅となっています。 JR においては仙石場東北本線に属しており、また仙石場はこの駅を起点として上越新幹線と川越線そして高崎線が伸びるようになっています。新幹線は東北、上越、北陸の3つの新幹線の他に東北新幹線から直通する北海道、山形、秋田の各新幹線も乗り入れ、北方面へ向かう新幹線がこの駅で集結します。在来線は京浜東北線、宇都宮線、高崎線、埼京線、川越線、湘南新宿ラインが乗り入れているほか、武蔵野線に直通する武蔵野号、下総号も発着し、上野東京ラインの列車も乗り入れることによって東海道線からも直接大宮駅までアクセスが可能です。また湘南新宿ラインには上野東京ラインが乗り入れる宇都宮線、高崎線、東海道線と直通する列車だけでなく横須賀線に直通する列車もありますので、横須賀線からでも直接大宮駅までアクセスが可能となっています。これらの JR 各線に加えて東武野田線と埼玉新都市交通伊那線、ニューシャトルも乗り入れ、この2路線はそれぞれ起点駅として発着しています。実質的に16系統の路線が乗り入れており、北方面からの東日本の玄関口としても位置づけられています。この他に大宮駅を発着しない路線として埼玉高速鉄道線が埼玉市内を走っています。埼玉高速鉄道線は東京メトロ南北線の終点駅である赤羽岩淵駅から埼玉県に延長する形で浦和美園駅に至る路線です。この路線は路線の大半が地下を通っており、浦和美園駅及び隣接する車両基地のみが地上にあるため地下鉄だと思っている人もいるかもしれません。実際に日本地下鉄協会など一部の協会などにおいては埼玉高速鉄道線を地下鉄と分類することがあります。しかし国土交通省の鉄道統計年報上の分類では埼玉高速鉄道線は地下鉄ではないとされており、ここから埼玉県には地下鉄がないということができます。その埼玉高速鉄道線も終点の浦和美園駅周辺のみが埼玉市にあり、起点の赤羽岩淵駅のみ東京都北区に所在する以外はそれ以外の全ての駅が埼玉県川淵市に所在しています。埼玉市内でも一部区間で埼玉高速鉄道線は地下を走りますが、肝心の浦和美園駅自体は地上にある駅となっている上、そもそも埼玉市には地下駅というものが1駅しかなく、それは大宮駅の JR 埼京線、川越線ホームだけというありさまです。以上のことから結論として埼玉市内に地下鉄はないと言えます。ただし地下鉄の電車が乗り入れてくることはあります。しかしそれも定期列車においては埼玉高速鉄道線に乗り入れる東京メトロ南北線の電車だけという状況です。埼玉市に地下鉄がない理由は、一応解釈上の問題こそあるのですが、このように地下鉄がない都市である埼玉市ではどうして埼玉市には地下鉄がないのでしょうか。その理由は市域の深淵に近い形という地理的特性と鉄道空白地帯があっても地下鉄を整備するほどの距離はない面積にあるという2つの要素に帰結すると考えられます。埼玉市は東西 19.6km、南北 19.3km の広さで、面積は先ほども説明したように 217.43 平方キロメートルです。これも先ほど説明しましたが、日本の政令指定都市としては3番目に狭く、神奈川県川崎市と大阪府堺市に次ぐものとなります。ただし埼玉県内の市町村としては秩父市に次いで2番目に広く、他都道府県の自治体を含む12の市町村と隣接しています。ちなみに浦和、大宮、
与野の合併によってさいたま市が発足したのは平成の大合併時期にあたる2001年ですが、実は合併構想は戦前の1927年から浮上したと言われています。さいたま市周辺のインフラ整備は戦後から著しく発展しました。鉄道路線では浦和市域を東西に走る武蔵野線が1973年、浦和、与野、大宮の旧3市を南北に走る埼京線が1985年、また同時期に東北新幹線、上越新幹線などが開業しています。それだけでなく1970年代から1990年代にかけて、浦和、岩槻の西を南北に通る東北自動車道、浦和市域を東西に通る東京外環自動車道、加えて浦和、与野、大宮の3市を南北に通る首都高速道路埼玉大宮線などの高速道路が開業。また新大宮バイパス、上尾道路、西大宮バイパス、東大宮バイパス、岩槻春日部バイパス、蓮田岩槻バイパス、岩槻鳩ヶ谷バイパスなど、各国道のバイパスも整備が行われた結果として、さいたま市に多数の人口流入が進んだと言われています。特に浦和市は県庁所在地として発展したほか、大宮市は旧国鉄の大宮工場を母体とする JR 東日本大宮総合成形外科および JR 貨物大宮車両所を中心に商業が繁栄し、その規模はかつて鉄道の街の一つとして国鉄より公式に認定されたくらいの規模です。2007年にオープンした鉄道博物館がこの地にできたことも、鉄道の街として大宮が栄えた証拠の一つと言えるでしょう。このようにさいたま市は交通インフラの整備が進んだ結果、今のようなにぎわいを持つようになった街です。そのためわざわざ高額な地下鉄を後から整備する必要性がなかったと言えるでしょう。また、そもそもさいたま市自体、平成の大合併によってできた政令指定都市です。浦和、与野、大宮の3市に加えて、2005年に編入した岩槻市を含む4市が合併してできたものが、さいたま市であることも2つ目の理由として挙げられます。その中でも浦和市と大宮市は長年対立状態にあり、合併の際にも市の名称や市役所を設置する場所をどうするかなど、浦和と大宮の間で揉め事が多いのが事実としてあります。結局新しい市名はどちらの名前でもないさいたま市となり、新市役所は浦和と大宮の中間に位置する埼玉新都心周辺へ移転する計画となりました。ところが市役所は依然として現在も浦和にあります。実は多くの市民が移転反対を唱えていることから、さいたま市役所の移転計画は白紙となったのでした。もともとは別々の自治体であり、長きにわたって対立が続く旧浦和市と旧大宮市。それぞれの拠点駅である浦和駅と大宮駅は、電車でわずか6分ほどの距離にあります。人口は合併する以前の旧浦和市が48万人、旧大宮市が45万人とほとんど差はありませんでした。2023年時点では旧浦和市の区域、旧大宮市の区域ともに50万人台となっています。またこの2つの町には規模だけでなく、どちらも東西方向に細長い市域で、中央部に中山道の宿場町を起源とした中心市街地があることや、東西に住宅地や農地の多い土地利用構成であることなど、その土地利用については実は共通点があります。さらに言えば浦和レッズ、大宮アルディージャと J リーグに所属するプロサッカークラブを持っていることもお互いをライバル視していると言われる要素と言えます。とりわけ両者の試合は埼玉ダービーと呼ばれ、J リーグの中でも特に白熱することで知られています。以上からこの2つが連携して地下鉄を作るというのは考えられないというのも理由の一つにあるのです。今後さいたま市に地下鉄ができる可能性は？それでは今後さいたま市に地下鉄ができる可能性はあるのでしょうか？結論としては限りなくゼロに近いと言えます。その理由としてまず地理的特性が挙げられます。実はさいたま市の自転車保有率は 83.5% となっており、非常に高いという特徴があります。これは日本の主な大都市の中で最も高い保有率です。
その理由としてさいたま市が関東平野の中央部に位置しており、全域が比較的平坦な台地及び低地からなるためだと考えられます。市内に産地や丘陵といえる場所が存在しないことによって自転車が利用しやすい街となっているのです。したがって地下鉄のような公共の乗り物を必要としない市民ももしかすると多いのではないでしょうか。ただしさいたま市に地下鉄ができることに関して全く動きがないわけではありません。一応2000年より当時の運輸政策審議会では埼玉高速鉄道線を浦和美園駅から岩槻駅を経て蓮田駅に至る路線まで延伸する構想が検討されています。ところが2005年の埼玉高速鉄道延伸検討委員会では東武野田線への直通運転も検討することとなり、岩槻駅の近くに駅舎を建設する方向でまとまったものの、その後の延伸事業などについては資金のめどがついてからということになりました。しかし2012年の時点でも検討委員会は時期尚早との判断を下したままでした。最終的な判断を委ねられた埼玉県とさいたま市は2012年度内としていた岩槻駅までの延伸事業延期を表明します。その際事業の着手は沿線のまちづくりを進めた5年後を目指すこととなりました。ところで2013年に2020東京オリンピック開催が決定した段階では浦和美園駅の近隣にある埼玉スタジアムがサッカー競技の会場の一つとなることが決まりました。埼玉スタジアムはサッカー競技の会場としては日産スタジアムに次いで2番目に広い会場となり、オリンピックまでに早期延伸を要望する声もありました。ところが2016年の交通政策審議会では需要の創出につながる沿線開発や交流人口の増加などの面で事業性に課題があるとされてしまいました。また2021年には埼玉県とさいたま市で岩槻延伸に向けて連携協力することで合意はしたものの、建設費が高騰していることに加えて地元からも反対意見が相次いでおり、予定していた2023年度中の申請は断念する格好となっています。以上のように一部の解釈で地下鉄とされている埼玉高速鉄道の延伸ですら事業化の目途が立っておらず、またその地理的特性などもあって独自の地下鉄建設予定はなく、結論として今後も地下鉄ができる可能性は低いと言えるのです。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによってさいたま市に地下鉄がない理由について、さいたま市自体の地理的特性や面積からそもそも論として地下鉄を整備する必要性が薄いこと、埼玉高速鉄道線を地下鉄として見る向きもあるが、国土交通省の鉄道統計年功上の分類では地下鉄とされていないこと、地下鉄を整備しなくてもすでに十分な交通インフラがあり、わざわざ高額な地下鉄を整備する意味がないこと、一応地下鉄として見る向きのある埼玉高速鉄道線を岩槻まで延伸する構想があるものの、この計画についてはなかなか進んでいないどころか、地元でも反対意見が多く推進派ばかりではないことなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。